皆さんこんばんは。ウルティマ4実況動画ついに第7弾になりました。前回剣城の神殿にたどり着いてついに啓示を受けることができました。今回は冒険を進めるにあたって魔法の飛躍、その中でも手に入りづらい黒真珠、ナイトシェード、そしてマンドレークも探していきたいと思います。そのためにまずナイトシェードの場所を知っている人がいるというトリンシックに向かっていきます。それでは早速向かっていきましょう。実はですね、前回の冒険で馬も買っていました。お馬さんに乗ってトリンシックへレッツゴー。はい、トリンシックの南に着きました。ここには騎士のデュプレもいるんですよね。このパーティー今壁役になるキャラクターがいないので、彼も仲間にしていきたいと思っています。町の北にあるパブで、早速デュプレを発見しました。もちろん壁役は戦士でもいいんですけど、騎士は魔法も多少使えるので先にデュプレを仲間にしていきたいと思います。デュプレは名誉の徳の象徴でもあるんですね。早速勧誘しましょう。はい、前衛が仲間になりました。最初からチェーンメールを装備しているのでありがたいです。ステータスが他の人と比較して高いわけじゃないんですけど、装備できるものが違うので壁役として頑張ってもらいます。はい、いろいろ情報収集もしていました。で、パブで聞き込みをしているとテリンという子がルーについて知っているというので、早速テリンを探しに行きます。ちなみにこのパブの裏手の壁にスケルトンがいて、シェームというダンジョンの中に紫の石があることを教えてくれます。シェームというのは名誉の対極の言葉なので、それぞれの町で石の話も聞いてこなければいけなかったかもしれませんね。後回しにしたいと思います。はい、町の南東でテリンを発見しました。で、ルーについて聞くと町の南西の角にあるということですので、早速向かっていきます。南西の角は毒のフィールドで囲まれていて毒を食らってしまったので治癒の魔法を調合して唱えます。で、町の角には魔法使いが立っていて、どうやらこの魔法使いが毒が好きでこのフィールドを作ったっていう迷惑な話でした。ただですね、ついにこの魔法使いが今回の目的である薬草の一つナイトシェードの場所を教えてくれたので、フィールドの件は許したいと思います。ただこれ座標で言われるので6分岐が必要ですね。先に6分岐を手に入れたいと思います。そして名誉のルーンもちゃんと町の南西に落ちていました。デュプレの遠距離武器を買うために町の東にある武器屋にも寄りました。そしてそこに船乗りのサムという男性がいました。で、話を聞くとブリテニアの海を航海しているということだったので、試しに6分岐について尋ねると、ジェロームのパブで尋ねればいいということを教えてくれました。それではデュプレの武器は、弓矢を売っていたので、それを買っていきたいと思います。これでだいぶ戦闘力は強化されたかなと思いますし、あとチェーンメールを着た、壁もできたかなと思います。いいパーティーになってきました。そして武器屋の、裏手にいる騎士のクラインという方から、正義のマントラも教えてもらいました。これで正義のルーンとマントラが揃いました。ただまだ正義の徳は極めていないんですが、瞑想すること自体、崇高な心の徳が上がるので、見かけたら寄っていきたいと思います。はい、トリンシックを出ました。ジェロームのパブを目指すんですが、その前にトリンシックの南東にある神殿に寄っていきます。
で、この神殿で正義の徳を唱えて3回お祈りしたんですけど、やっぱりまだ啓示を受けることはできませんでした。で、また動画が途切れてたんですけど、運がいいことにジェロームのパブところから再開されていたので良かったです。で、6分岐について尋ねると、お金をよこせって言ってくるんですよね。で、こういう時はだいたい10ゴールドずつ渡していくと情報を教えてくれるそうです。で、どれぐらいかかるのかと思いましたが、20ゴールド渡したら口を割りました。航海において6分岐は必要不可欠。ギルドショップにて品目 D を尋ねるがいいと教えてくれました。ギルドショップということはバッカニアーズ伝ですね。ちょうど黒真珠もバッカニアーズ伝で売っているので、6分岐と黒真珠を手に入れにバッカニアーズ伝に向かいたいと思います。ちなみにですね、勇敢のルーンやマントラも探したんですけど、特にルーンの情報は得られなくて、ただ鍵のかかった扉の中に人がいるんですよね。なのでバッカニアーズ伝に行った時に魔法の鍵も買いたいと思います。はい、それでは城塞都市ジェロームを後にしたいと思います。ここから船でも行けるんですけど、ムーンゲートを使って、バッカニアーズ伝の南にある、マジンシアに来ました。ここで海賊船を探したいと思います。はい、来てくれました。では奪いたいと思います。いたたたたたた。はい、それでは略奪します。こういったなんて言うんでしょうね、略奪行為は全然得が下がらないんですよね。なんか面白いゲームだなと思います。はい、無事船をゲットしたのでバッカニアーズ伝に向かって航海していきます。はい、何度か戦闘に巻き込まれながらバッカニアーズ伝に着きました。ちなみにウルティマ4は風向きで船の動きが全然変わるんですよね。はい、ではまずは6分岐を買いにギルドに、行きたいと思います。ギルドは、武器と鎧の店の奥に位置しています。さて、6分岐売ってるでしょうか。ちょっと人が邪魔で、海賊ギルドへようこそ。取り扱う品々をご覧になりたいかな。で、D を聞くと900ゴールドですね。買えませんね。ただあれですね、魔法の鍵を買っておかないといけないので、それだけでも買っていきましょう。魔法の鍵を購入して、次は黒真珠を手に入れに行きましょう。覚えてないと思いますが、以前来た時にこのフィールドが邪魔で入れなかったところですね。で、ディスペルフィールドの魔法を1個だけ作ってきたので、それでこのフィールドをどかします。初めてこの飛躍屋にやってきました。いきなり戦闘になるんですね。さすが無法地帯のバッカニアーズ伝って感じですね。今のパーティーの実力であれば特に問題はありません。ただめんどくさいことに毒の攻撃をしてくるんですね。まずは毒を治療しないといけません。最近よく魔法を使うので、本当に魔力がある仲間がいてよかったです。はい、治療しました。では飛躍屋を覗きましょう。シャノンさんが、貴殿は術をなすための触媒飛躍が必要なのかと聞かれます。もちろんです。黒真珠はムーングローで1個9ゴールドもしたので、1個だけ買ってディスペルフィールドに使ったんですよね。それがなんとバッカニアーズ伝だと1ゴールドです。もう最大量買っていきましょう。99個まで持ってるので99個買っていきます。これで
バッカニアーズデンの目的3つのうち2つを達成しました。また後で、900ゴールド貯めたら6分岐を買いに行きたいと思います。必要な魔法を調合して街を後にしたいと思います。今持っている飛躍の数はこれぐらいですね。人参が残り3個なので買い足して他の飛躍も買ってナイトシェードとマンドレークも手に入れてダンジョンに潜ったり冒険の幅を広げていきたいと思います。それでは今回の実況動画はここまでにしたいと思います。いいね、チャンネル登録お待ちしています。ありがとうございました。